ダメです。私は知ってしまった。こんな夢と希望を乗せたスマホが、現実はそう甘くなく、また、インテルの撤退によって、とても悲惨な結果になってしまったことを。だから、私は動画を作る。ゆっくり4コア4スレッドの動画。はい、キリタンと、ズンコと、イタコだわ。今回は、そんな全フォン2をご紹介します。まあですが、いつの間にか3台に増殖しました。増殖バグですか？まあですが、ほぼ、私の仮説は、確信に変わったので、ご説明していきます。性能だけ知りたいっていう方は、次の章は飛ばして構いませんが、時代背景や現実を見ていただくために、次の章のご視聴をお勧めします。そいつは、モンスターとか性能怪獣とかとして発表された。性能怪獣？はい、ASUS としてはそういうキーワードで発表しました。まあ、今でわかりやすく言いますと、シャオミとコみたいなコスパ化け物ですね。なるほど。発売は2015年5月16日です。そう、10年経ったのです。ほほう、健康の機種と比較するのも面白そうね。マジの再生なんだもよ。話は戻りまして、その目玉だったのが、最大でメモリー 4GB とインテルアトム Z3580 搭載してた点です。X は知力だったのね。で、発表でも64ビット対応プロセッサーであることをアピールしてました。当時のインテルアトムは、性能怪獣と言われてた通り、性能がとても高かったとされてます。が、現実はそう甘くなかった。まず、大きな問題として、X86 をサポートしなかったアプリがあること。この問題は Windows の ARM 問題みたいな感じだね。まさにそれの逆です。ARM がシェアを取ってた中、わざわざ X86 に対応させるメリットが薄かった。そのため、アーキテクチャ上非対応のアプリも散見された。雲行きが怪しくなってきましたね。しかも、対応してたとしても、最適化不足で、フルパフォーマンスを発揮できないことも、スペック先ではないんだけど、本気が出せなかったと。また、アピールにもあった、64ビット対応プロセッサーなのに、実態は Android 5も6も32ビットだった。しかも、Android 6の実態は、インテル撤退による影響で、出さない方が良かったのに、無理にリリースした可能性が高い。そう言えるのは、アプリのクラッシュ率が実用的ではないほど、頻発した。これはもう少し検証が必要ですが、Android 6の時は、オーディオウィザードの設定無効時、音質が著しく低下したり、SD カードに入れてた音源を再生すると、イヤホンジャックにノイズが乗ったが、Android 5にダウングレードしたら、ほぼ解決しちゃったんですよね。まあ、私の耳なので当てにしないでね。そんな感じで、もう言いたいことはわかりますよね。これは、悲劇なんだ。ASUS もインテルも誰も悪くない。悪かったのは、タイミングと時代だった。ねえねえ、キリタン。何ですか？それは、検証を1年ほどした感想を？まだ完璧ではないですが、そうですね。そう。Android の実態は32ビットだったっていうコメントしてくださった方、コメントありがとうございます。おかげさまで、本当の真実に気づけました。以前の動画にそんなことがあったので。ですね。今でも印象に残ってます。しかも、この物語なんですが、綱渡り状態だったんですよね。と言いますと？ Android 5へのダウングレード用の更新ファイルの入手に難航してました。それが、たった一つだけのアーカイブで、全て突破できました。本当に感謝しかありません。少なくても、この物語にハッピーエンドはないことが分かったわ。そんな感じです。ゆっくり4コア4スレッドの動画。はい、大変お待たせしました。インターフェース紹介です。今のスマホと比べるとちょっと特殊なのよね。ですね。上に電源ボタン、イヤホンジャックです。iPhone でも意識していたんですかね。その説はありますね。下側にマイクロ B です。今やこのスマホのためだけにマイクロ B を持ち歩いてるらしいね。まあ、モバイルバッテリーもまだマイクロ B 使ってますし、投稿主の環境古すぎてくさ。背面にはカメラとボリュームボタンとスピーカーがあります。あとは、インテルインサイドと全フォンの文字ぐらいですね。左右側面にインターフェースはないです。あとは、3点ボタンが写りであるところぐらいですね。以上です。ゆっくり4コア4スレッドの動画。はい。というわけで、項目は少ないですが、検証編です。暗筒はこんな感じです。左が Z3560+2GB 版、右が Z3580+4GB 版です。確かスナップドラゴン800、801には勝てるらしいですが、今となっては情報量が増えたスカイなので、あまりというか全く実用的ではないでしょう。確か ROG フォン8 Pro は200万点超えますもんね。ですね。あとは、音質テストです。
えたい想いはいつまでも言葉にならない振り返ることより羽ばたける翼動かせない心閉じているより苦しまずに済むのに愛がないで消えないで夢が収まらないでずっと掴んでも掴んでもそれは幻のまま愛がないで消えないで最後に交わした言葉も消えてゆく止められず手のひらからこぼれた主をはい、いかがだったでしょうか？例が極端すぎて参考になりませんでした。同じく。音質がどれだけ違うかを分かりやすくしたかったので、ちょっと極端にしました。ちょっとどころじゃないわよ。とりあえず、最後に写真を見て終わりにしますか。はい、唐突な飯テロで申し訳ないです。いかがでしょうか？割と自然な色味ですね。他の記事はどうなるのかは気になる。これは ROG フォン8黒です。全フォン2、ROG フォン8黒、全フォン2、ROG フォン8黒、全フォン2。最近の記事だと結構明るめに映るのね。個人的にはこの全フォン2の地味な読みは自然で好きです。古いスマホとかカメラが流行ってるのは、みんな映えに飽きたのかな。ありえそうですね。全フォン2、ROG フォン8黒、全フォン2、ROG フォン8黒、全フォン2。8黒くん盛りすぎかな。写真に何が本当に必要なのか、難しい問題ですね。最後に簡易動画テスト。まずは全フォン2から。なんか、ブレてるわね。ところで、下のバグみたいなの、これ何？よくわかりませんが、YMM4 だと ASUS で撮った動画がこういうバグが起こるんですよね。次に ROG フォン8黒です。ジンバル内蔵なだけあって、手ぶれがないとは言い切れませんが、明らかに軽減されてるわ。ということで、検証は以上となります。ゆっくり4コア4スレッドの動画。ということで、そういう悲劇もありながらも、たくましく生きた。それが、全フォン2でした。彼らは、これからも、誰かの心の中で生き続けることでしょう。伝説よ、永遠になれ。ということで、この動画を終わります。もしよろしければ、高評価だけでもしていただけると、嬉しすぎて、昇天しちゃいます。いや、昇天するな。そんな感じで、動画を締めたいと思います。それでは、また次回、動画ネタが溜まりすぎて勉強時間割いて編集してるのは内緒です。